今回は使いたい武器が決まった後、その武器で使用できる弾及びマガジンを選択する方法について解説します。使いたい武器は決まったけれど、この武器はどの弾が使えるのか、どのマガジンを使えばいいのかわからないという状況に陥る初心者の方が多くいらっしゃると私は考えます。また、中級者の方でも使い慣れていない武器の場合、正しいマガジン、正しい弾薬をトレーダーから直接購入することは難しい場面が多々あります。そこで今回の動画では、使いたい武器で使用できる弾及びマガジンを判別及び購入する方法について解説します。この動画を見ることで、数多くあるマガジン、弾の中から自身の使いたい武器で使用できるものを選択することができるようになります。また、レイドに出たら弾が出なかった、リロードできなかったという悲しい事態を回避できるようにもなりますので、ぜひ最後まで見ていってください。まず、正しいマガジンと弾を選択する重要性についてです。タルコフではマガジン及び弾はそれぞれ約150種類あり、どの武器でどの弾が撃てるのか、どのマガジンを装着できるのかが決まっています。ですので武器に装着できないマガジン、発射できない弾をレイドに持っていくと武器を使用することができなくなります。このため正しいマガジンと正しい弾を選択できる知識はレイドに出るにあたって必須の知識だと考えることができます。またこの知識は武器をカスタマイズするときにも活用できるので、ぜひ最後までご覧になっていってください。では本編に入っていきます。この動画の構成は、①マガジンの選択方法、②弾の選択方法、③弾込め式の武器とマガジン式の武器、�4武器カスタマイズによるマガジン式への変化、Tips 赤くなった武器弾薬となっています。では早速始めていきましょう。①マガジンの選択方法。ここではマガジンの選択方法について解説します。結論から言うと、使用したい武器のマガジンはトレーダーの焦点からではなく、フリーマーケットを利用し選択してください。フリーマーケットとは、レイドなどで獲得したアイテムをプレイヤー同士で販売、交換することができる飲みの市のことです。パッチ 12.12.32 現在、フリーマーケットで他のプレイヤーとのアイテム取引はレベル15で開放されます。ただし、トレーダーの販売アイテムはプレイヤーレベルが1の状態でもフリーマーケットで購入することが可能となっています。ですので、今回紹介するフリーマーケットを利用した武器のマガジン選択はレベル1からでも可能です。このフリーマーケットを利用したアイテム検索、以前はフリーマーケットが開放されるレベルになるまでできなかったので、レベル1から活用できるのは非常に嬉しいアップデートでした。話を戻してマガジンの選択方法を解説します。方法は非常に簡単です。スタッシュにて使用したい武器を右クリックするとメニューが出てきます。このメニューから言語設定が英語の場合はリンクドサーチを、日本語の場合は関連品目を検索と記載されている場所を左クリックで選択すると、フリーマーケットの画面が開きます。この画面は使用したい武器本体に関連するアイテムで検索されたものが表示されています。今必要なのはマガジンの情報なので、マガジンだけを表示されるようにしましょう。画面左のツリーにある武器パーツ&追加パーツと記載されている場所の矢印をクリックし、さらに外装系パーツの左にある矢印をクリックします。開かれた外装系パーツツリーの中からマガジンのツリーを選択すれば、選択した武器で使用できるマガジンが一覧表示されます。もちろんマガジンの横にある矢印をクリックし、ツリーを展開するとマガジンを個別に表示することもできます。使いたい武器で使用できるマガジンが分かったので、早速購入しましょう。購入したいマガジンを選択し、アイテム左にある購入を左クリック。必要個数を入力し、合計金額と購入量を確認した後に Yes の場所を左クリック、もしくはキーボードの Y を押すと購入することができます。すでに持っているマガジンを追加で購入したい場合は、マガジンを右クリックし、英語の場合はフィルターバイアイテムを左クリック、日本語の場合はアイテムで検索を左クリックすると、対象アイテムのみフリーマーケットで検索した画面が表示されますので、この画面で追加購入してください。また、スタッシュ内にマガジンが大量にあり、その中から使いたい武器に使用できるマガジンを探したい場面もあるかと思います。その場合は前回の動画でパーツをドラッグしたとき装着可能な武器がハイライトされるということを解説しましたので、これを活用してください。まだ前回動画をご覧になっていらっしゃらない方はぜひご覧になってください。動画概要欄にリンクを貼っておきます。このパーツをドラッグしたとき、装着可能な武器がハイライトされるということを使用するとき、注意点が2つあります。1つは使用したい武器のマガジンを抜いておくこと。
2つ目は十分な空きスペースがある状態、もしくは装備した状態で行うことというものがあります。それぞれ解説します。まずは注意点の1つ目である使用したい武器のマガジンを抜いておくことについてです。パーツをドラッグした時にハイライトされる条件は、ドラッグしたアイテムが装着可能な状態である武器だからです。すでにマガジンが刺さっている武器はドラッグしたマガジンが装着可能な状態ではないので、マガジンを抜き、マガジンが装着可能な状態にしないとハイライトされません。続いて2つ目の注意点である十分な空きスペースがある状態、もしくは装備した状態で行うことについてです。マガジンの中には下方向にサイズを1マス追加するという性能があるものがあり、使いたいと思っている武器がマガジンを装着しても問題ない状態。つまりマガジンを装着した時に下に1マス追加されても他のアイテムに干渉しない状態でないとハイライトされません。これはパーツをドラッグした時にハイライトされる条件であるドラッグしたアイテムが装着可能な状態である武器を満たしていないことになるからです。装備した状態の武器ではマガジンによるマス追加による干渉は考えなくて良いので、基本的には装備した状態でマガジンのドラッグを行い、使えるマガジンを探すようにしてみてください。丸2、弾の選択方法。ここでは弾の選択方法を解説します。丸1のマガジンを選択した時と同じく、フリーマーケットを利用してアイテムを検索、購入しましょう。方法は先ほど解説した内容とほぼ同じです。スタッシュにて使用したい武器を右クリックし、メニューを出します。このメニューから設定言語が英語の場合はリンクドサーチを、日本語の場合関連品目を検索と表記されている場所を左クリックで選択し、関連するアイテムで検索された状態のフリーマーケットの画面を開きます。画面左のツリーにある弾薬と記載されている場所の矢印をクリックし、開かれた弾薬ツリーの中にある弾薬のツリーを選択すれば、選択した武器で使用できる弾薬が一覧表示されます。もちろん弾薬の横にある矢印をクリックし、ツリーを展開すると弾薬を個別に表示することもできます。価格やその他、弾の性能から使う弾薬を選択してください。数ある発射可能な弾からどれを選べば良いのかについては、今後作成する動画で解説予定となっておりますので、チャンネル登録、いいねボタン、コメントでの応援よろしくお願いします。スタッシュ内に弾が大量にあり、その中から使いたい武器に使用できる弾を探したい場合もあるかと思います。弾も武器カスタマイズの一種なので、丸1マガジンの選択方法でも解説した通り、弾をドラッグすることでドラッグした弾を装着、装填することができる武器がハイライトされます。ただしこれにも注意点があります。パーツをドラッグした時にハイライトされる条件である、ドラッグしたアイテムが装着可能な状態である武器を満たす必要があるので、選択した武器にすでに弾が装填されている場合、装着可能な武器と判断されずハイライトされません。武器をダブルクリックし、カスタムパーツ一覧のチャンバー部分から弾を外して、弾を装着可能な状態にしてから試してください。丸3、弾込め式の武器とマガジン式の武器。ここでは弾込め式の武器とマガジン式の武器について解説します。タルコフに実装されている武器は大きく分けて2種類に分類することができます。マガジンを交換することで弾を補充する武器と、武器に直接弾を補充する武器の2つです。マガジン交換で弾を補充する武器の場合、レイド出発前に数本弾を込めたマガジンを持ち込むことで継続戦闘に対応することができます。武器に直接弾を補充する武器の場合、ディグかポケットに所持している弾を武器に補充して継続戦闘する必要があります。ただし、この武器に直接弾を補充する武器にはマガジンがないわけではなく、武器に直接補充した弾を保持する場所としてのマガジンが装着されています。この直接補充した弾を保持する場所としてのマガジンについて詳しく解説します。低レベル帯でお世話になる武器 SKS を例とします。この SKS は武器に直接弾を補充する武器となっており、店で購入した状態ですでに10発マガジンが装着されており、このマガジンにはレイド内の改造可否のというステータスがあります。レイド内では武器から取り外したり装着することができないパーツという意味です。なのでこのマガジンはレイド内で取り外したり装着することができません。これが何を意味しているかというと、この10発マガジンに弾を込め、レイドに持ち込んでも取り外したり装着することができないので、マガジン交換での弾の補充ができないということです。マガジンを購入するときは、その武器が弾込め式の武器とマガジン式の武器のどちらなのか、
購入するマガジンがレイド中の改造可否、ノーとなっていないかを確認するようにしてください。4、武器カスタマイズによるマガジン式への変化。ここでは武器のカスタマイズによって玉込め式の武器をマガジン式に変更することができることを解説します。3と非常に関連が高い項目となっています。ここでも低レベル帯でお世話になる武器 SKS を例とします。SKS のマガジンをフリーマーケットを利用し検索してみましょう。SKS に対して関連品目を検索。武器パーツ&追加パーツツリーから外装系パーツツリーを開き、さらにマガジンツリーを開きます。4種類のマガジンが検索結果として表示されました。10発、20発、35発、75発マガジンです。このうち10発マガジンのみレイド内の改造可否、ノーとなっており、その他はレイド内の改造可否、イエスとなっています。つまり武器カスタマイズによって20発以上のマガジンを使った場合、SKS は玉込め式の武器からマガジン式の武器になるということです。レイド内の改造可否イエスのマガジンを装着した SKS をリロードするとき、レイド内の改造可否イエスのマガジンがリグまたはポケットにある場合は、そのマガジンを利用し、弾を補充します。レイド内の改造可否イエスのマガジンがリグまたはポケットになく、使用可能な弾薬がリグまたはポケットにある場合、弾込みによって弾を補充することができます。マガジンの購入個数制限で十分な個数が用意できないときなど、場合によって使い分けてみてください。10 tips。赤くなった武器、弾薬。タルコフでは武器の耐久度が低いときに弾を発射。もしくは弾を連続して発射し、武器が熱を帯び真っ赤になっている状態で弾を発射すると、武器が誤動作し、弾が発射できない状況になるWeapon Malfunctions、武器の誤動作という仕様があります。この武器の誤動作で弾が発射できない状態になると、プレイ画面上部のショートカット欄にて発射できなくなった武器が赤くなり、なおかつインベントリを開いた時も武器が赤くなっています。これを解消するためには、以前の動画で解説した武器を眺めて原因を探り、動作不良への対処をして原因を取り除く必要があります。これらの動作に対するおすすめのショートカット設定をまだされていない方は、以前の動画の 10 tips で解説していますので、そちらをご覧ください。こちらも動画概要欄にリンクを貼っておきます。Weapon Malfunctions 武器の誤動作以外にも武器が赤くなり、弾を撃つことができなくなる場合があります。レイドが始まった直後、まだ一発も弾を撃っていないのに、インベントリを開くと武器が赤くなってしまっている場合です。これは発射できない弾がマガジンに入っていることが原因で起こり、今回の10 tips はこちらを解説します。武器に対して関連品目を検索することでマガジンや弾をフリーマーケットで検索することができるということを動画の前半で解説しました。これと同様にマガジンに対して関連品目を検索することで、そのマガジンを装着できる武器、およびそのマガジンに込められる弾をフリーマーケットで検索することができます。このマガジンに対して検索した弾を使用したとき、レイド内で武器が赤くなることがあります。異なる弾を撃つ武器だけど、同じマガジンを使用することができる武器というものがタルコフにはあります。具体例として低レベルの時でも使用することができ、初心者の方が間違えやすいであろう AKM と VPO209 を挙げ解説します。この2つの銃、見た目が非常に似ており、同じマガジンを使うことができますが、異なる種類の弾を発射します。異なる弾を撃つ武器だけど、同じマガジンを使用することができる武器となります。ですので VPO で撃つことができる弾を込めたマガジンを AKM に装着しレイドに出る。または AKM で撃つことができる弾を込めたマガジンを VPO に装着してレイドに出ると武器が赤くなっており、弾を撃つことができなくなります。ここからは話をわかりやすくするため、使いたい武器を AKM として解説します。AKM を使いたいので AKM でマガジン検索をし、マガジンを入手。マガジンに対して関連品目を検索し、フリーマーケットで弾を購入しようとすると、AKM で使える弾と VPO で使える弾が検索欄で表示されます。この中から VPO で使える弾を購入し、マガジンに弾をセット。それを武器にセットします。これで武器は AKM、
マガジンは AKM と VPO 両方で使えるもの。マガジンに入っているのは VPO の弾という状態になりました。スタッシュの装備欄では武器は赤くなっていません。では、この状態でレイドに出てみましょう。レイドが始まり、プレイ画面上部のショートカット欄では武器は赤くなっていません。しかし、インベントリを開いてみると武器が赤くなっています。これは AKM では VPO の弾を発射できないからです。この発射できない弾を込めたマガジンを装着した武器というのは非常に厄介で、レイド準備中も武器は赤くならず、レイドが始まったプレイ画面上部のショートカット欄でも赤くなっていないのです。これの意味するところは、スタッシュでマガジンを装着した武器にマウスカーソルを乗せる。レイドに出て弾を撃ってみる。レイドに出た後、インベントリを開く。これらの動作をするまで気づくことができないということです。後者2つに関しては、すでにレイドに出発してしまっているので、かなり致命的です。このような悲しい状態にならないように、弾を選択するときはマガジンに対して関連品目を検索するのではなく、武器本体に対して関連品目を検索を使い、フリーマーケットで購入するようにしてください。発射できない弾をマガジンに込めていると、レイド内で武器が赤くなってしまうという手の Tips については以上になります。ではまとめです。1、マガジンの選択方法では、使いたい武器で使用できるマガジンをフリーマーケットを利用し、選択、購入する方法を解説しました。アイテムを右クリックした時に出る関連品目を検索を活用してマガジンを検索してみてください。2、弾の選択方法では、使いたい武器で使用できる弾の選択方法について解説しました。基本的にマガジンの選択方法と同じです。弾も武器カスタムの一部なので、ドラッグしたアイテムが装着可能な状態である武器がハイライトされることを利用してみてください。もちろんチャンバーに弾が入っていないことは確認しておいてください。3、弾込め式の武器とマガジン式の武器では、武器を大きく2種類に分けて解説しました。レイド中の改造可否ノーのマガジンに弾を込めてレイド内に持ち込まないように注意してください。4、武器カスタマイズによるマガジン式への変化では、カスタマイズによって弾込め式の武器をマガジン式に変更することについて解説しました。低レベルでお世話になる SKS を使うときに参考にしてみてください。テヌ Tips では赤くなった武器弾薬について解説しました。武器が赤くなる場面は動作不良の時と間違った弾を装填している時の2種類があります。間違った弾を装填してしまわないように武器本体に対して関連品目を検索を使い、フリーマーケットで購入するようにしてください。今回の動画はここまでになります。最後まで見ていただきありがとうございました。動画内容が良かったと思ってくださった方、次の動画を期待してくださる方、励みになりますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、良かった点、悪かった点がありましたら、コメントしていただけると次回以降の動画がより良くなりますので、教えていただけると幸いです。それではまた。